16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回はウォーターベッドシリーズ第2回目、ウォーターベッドのメリットデメリット、これは整形外科医である私が考えたメリットデメリットについてお話していきたいと思います。まずこのメリットについてお話したいんですが、大きく分けると3つあります。まず第一に体圧分散、これは普通に、ベッドだったらどんなものでも体圧分散重要って言われますけれども、ウォーターベッドは本当にこの体圧分散優れているんですよ。後でその詳しく原理についてもお話しします。第2番目に水温調節、第3番目に衛生的、こんなことをお話ししたいと思います。最も重要な第一のこのメリット、体圧分散についてこちらご覧ください。この体圧分散、夢のような体圧分散、これを実現している原理、これはパスカルの原理と言います。聞いたことありますか？初めて聞きましたね。ちょっとね難しい、物理の世界の話になるんですが、パスカルの原理っていうのは実は密封容器の中の流体、お水ですね。これはこの容器がどんな形であっても一定の圧力で全ての壁のところを支えている。つまり人が寝ました、どこが一番重たいですか？やはり腰のあたりですけど。そうですよね。どんな体型、痩せ型でも少し体重が多くてがっしりした形であっても、お尻っていうのはやっぱりその方の中では一番重いじゃないですか。この重い部分も軽い背中ももっと軽い頭も足も全て均一な圧で支えてくれるんです。第1回目の時お話しした床ずれ防止のためにウォーターベッドが発案されたっていう話ありましたよね。まさに床ずれはどこを圧迫しますか？腰ですね。そうですね、腰からお尻にかけて仙骨っていう骨が非常に出っ張っています。その辺りが集中的に圧が高くなり、床ずれ、皮膚が潰瘍になってしまうってことが起こるわけですが、それが起こらないわけですよね。はい、お尻や腰だけに当たらない、集中しない、当たらない、その通りです。なので床ずれ防止になるわけです。この均等に全ての圧がかかる、これはなかなか他のマットレスなどでは難しいことなので、ウォーターベッドの最大でかつ重要なメリットになると思います。はい、ではお話を戻して、第2番目のメリットは水温調節、温度調節、ヒーターが入ってるんですよ。そうなんですね。はい、このフレームの中にビニールのバッグが入っていて、その下にですね非常に安全なヒーターが入ってるんですよ。なので冬はあったかいんですよ。寒がりの私なんかは非常に冬重宝します。一日中ずっとその温度を一定に保って、暑くなく暑すぎる適度な温度に調節ができるので、ベッドに入った途端にもう本当にぬくぬくとあったかいんですね。ですので冬暖かいで、夏はどうするかというとどうすると思います？冷たくなるんですか？クーラー？それはないですよ実はこの、温度調節のヒーターを切っておけば、それだけでも水はひんやり冷たいんです。こんな夏で、暑くても、日に当たっているさまざまな素材、例えば木とか、ウレタンのマットレスとか、コイルのマットレスとか、そんな風に温度が上がらないんですね。ちょっとひんやりとした水の温度っていうのが夏中涼しく快適に使えるようになっています。あとは衛生的、3番目のメリットですね。もちろん中に防腐剤などを入れて水が腐らないようにもできます。要は、お布団だったら例えば、綿とか羽毛とかこういったものどうしてもカビ、それから菌、ダニ、いろいろな
衛生的にもすごく不衛生になる環境ってあるじゃないですか。でもそういったものがなく、このビニールのバッグだけは結構きれいに拭いといてはいただきたいものの、中が腐るっていうことは防腐剤などによって予防ができますので、とても衛生的にベッドを使い続けることができます。こちらご覧ください。ウォーターベッドのデメリット3つ大きく分けてございます。まず第一に効果。ウォーターベッドってちょっとやっぱり高いなっていう印象はございますか？高そうなイメージありますね。ありますね。30万円台ぐらいから60万70万、上限はいろいろありますけれども、どうしてもやっぱりお布団を買うとか、コイルのベッドを買うっていうイメージに比べると売ってるところも限られるし、値段も比較的高価な価格帯になるのは否めません。第2に設置の手間。やっぱり一般の方がじゃあこれくださいってウォーターベッド買ってきてお家でパパパッと作るってわけにはいかないですよね。まず第一に、その重さにもよりますけれども、ウォーターベッドの重さに耐えられる床の状態かどうか。時には床があまり強くないと補強という置く前に一定の工事をした上でウォーターベッドを置かなきゃいけないなんていうこともあるんですよ。木造の建築なんかだと、ちょっと、コンクリートの家とは違いますので、そういったことが必要になるケースもございます。はい、設置の手間という意味ではプロの方がきちっと床が大丈夫かどうか確認した上で置いて水を張って完璧な状態で使えるように設置しなければいけないというところが、一般のマットレスよりか少し手間がかかってしまうところです。第3番目に維持費用。これ気になるところじゃないですか。電気代だったり水道だったり。そうですよね。どうしても使い続けるためにはいろんなコストがかかってきます。一般的なマットレスだったらポッと買ってきてそこに設置すればそのまま1年何年10年使えますけれども、そうはいかない。部品代、修繕代、時には交換する代金、水の交換だけでもご自分でできないとメンテナンスに来ていただかなければいけないなんていうこともあるわけなので、交換の費用、そして中に入れる水が腐らないようにする防腐剤の代金、またヒーター代。これは冬ですと毎日ヒーターをつけっぱなしにするので、そこそこ電気代がかかります。その使い方にもよりますけど、一般的には月2000円程度、電気代が上がるという試算が出ております。もろもろ含めると年間いくらぐらいかかると思います？結構かかりそうですね。1万円2万円は上がりそうですね。そうですね。平均でいうと3万円ぐらい年間維持費用がかかるとも言われているので、そこら辺の懐具合も考えた上で最初にきちっと購入しないと、買ったはいいけど維持費がかかって手放すみたいなことになってはもったいないので、事前によくご検討ください。なんか、ウォーターベッドちょっと憧れがあるようですね。僕は将来結婚したら奥さんと一緒にウォーターベッドで寝ようかなと思ってるんですけど、そうなんですか。どうですか？ウォーターベッド考えてるわけですね。ちょっとですね、少し心配なところあります。フルフローテーションといって、ハードサイドタイプの水だけを入れるタイプのウォーターベッドっていうのは、2人で寝てしまうとバッグが1個だと1人の方が寝返りを打つとその波動がだんだん伝わって揺れてしまうわけなんですよね。ですので、どうしてもその揺れが気になったり、特に少し酔いやすい方、自分だけの寝返りだったらコントロールできても、他の人から来る不意打ちのような寝返りと波動は結構気分が悪くなるっていうこともあるので、そこはなかなか難しいところです。あともう一つ、冬はこのヒーターをかけるじゃないですか。どうしても2人で寝てると快適な温度って違ったりするんですよね。女性は往々にして寒がり、男性は暑がりみたいな例ですと、温度を設定を何度にするみたいなことで少々揉めてしまったり
そんなことで夫婦喧嘩のネタになってしまっては困るので、ウォーターベッドどうしても使いたいという場合はこちらご覧ください。デュエットタイプっていうのが最近あります。一つのこのウォーターベッドに見えるんですが、中にバッグが2つ入っていて、例えばご主人が使うバッグと奥様が使うバッグ分けているので、水量も変えられますし、設定するヒーターの温度も変えることができるそうなんですね。こういったデュエットタイプだと夢が叶うかもしれません。ありがとうございます。そうですね。そうですね。はい、第2回目ウォーターベッドシリーズはウォーターベッドのメリットデメリットについてお話をしてまいりました。皆さんどうですか？メリットデメリットを考えた上でウォーターベッドどうしようかな、お考えが少し進んだとしたら嬉しく思います。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。